長期間連載してたのにメディアミックスがなかった作品。四つ葉と連載20年超、累計1500万部超のメガヒット作。でもアニメ化なし。日常の間とか空気感を大事にしてるから作者さんがアニメ化に向かないって言ってるんだっけ。足立みつる先生のボクシング漫画かつサンデーで16巻くらいやったが珍しくドラマ化もアニメ化もしてない。リブルス全49巻11年間連載してたのにサンデーの CM で少しアニメ化したくらいだった。初期はサッカー選手に帯推薦文もらったりテレビ CM やったり小学館の賞もらったりしてたんだよな。作者アニメ化嫌いなんかな。前作の野球もしなかったよな。ガンガンで6年8ヶ月、モーニングで4年4ヶ月、作画が別の人のゼロ賞が3年3ヶ月。合計14年3ヶ月やったのにバンブーブレード内での CM 以外何もないマテリアルパズル。音嫁語り18年目。アニメも実写も映像化が難しいからだろうがドラマ CD やオーディオドラマもなし。移籍した出版社の方針読むとむしろ避けてそう。絶対作者さんが満足する出来にはならなそうだしね。アニメ化が2回ポシャったと言及されているミスターフルスイング。ミスフルはアニメ化するときパロネタ改編しないといけないと言われてじゃあいいやって流れたって話をこの前見た。世に出るのが早すぎたのかもしれない。そもそもコロコロオリジナル漫画自体があんまりアニメ化しないんだけど僕王くんはほぼ10年やってたのに結局メディアミックスがないまま終わったな。それを考えるとマキも年のアニメ化は時代が変わったのかもしれないけど結構すごいことだよな。アルテイストは原作ストックも十分だしアニメ化も実写化もいけそうなんだけどな。ノイタミナあたりでやってほしい。スーパードクター K 全44巻、ドクター K 全10巻、K252 巻。これだけの長期連載に加え最近 SNS 中心にまた流行ったにもかかわらずメディア化なし。累計70巻以上の歴史巨編戦国。まあ戦国ものはアニメ化も実写化もハードル高すぎる。死ぬまでには大河ドラマ枠に入るのを期待してる。全16巻出て2010年に連載が終わってるサイレン。まさかの連載終了16年経ってアニメ化とは。アニメ化してほしい漫画ランキングに何年か入ってたもんな。アニメ化するの？それは朗報。こういうのを聞くと今すれで上がってた作品たちもまだ可能性あるんだなって思えてくるわ。まあ無理なんだろうなってのもあるけどクローズゼロとかは映画化してるけど。クローズというか主人公坊や春道のメディアミックスは作者が全部断ってたんじゃなかったっけ。唯一やったのがパチスロ。確か OVA 化はしてたはず。風伝説ぶっこみのタク3000万部以上売れてるけどイメージアルバムが出た程度でヤンキー漫画でよくあった OVA 化とかは一切なし。そんだけ売れててほぼ一切なしってちょっとすごいな。王様の仕立て屋掲載誌移ったりしながら2003年から2024年まで連載。扱ってるのがオーダーメイドの紳士服だしメディアミックスのハードルが高かったのかもな。スーツの仕立てで妥協するわけにいかないから画面上は地味なのに正代べらぼうにかかりそうなのがね。生地の値段って露骨に出るもんな。それラブやんだろ。一応アニメ化の打診は何度かあったらしいけどねラブやん。下ネタやパロディがきつかったとはいえ15年連載全22巻で何もなしとは。ラブやん面白いしキャラも立ってるし動いたら映えると思うけどな。ただ立ってるのがキャラだけじゃなかったからな。誰？謎の前日譚の逆張り1話からのレズアニメを作られたが肝心の本編がアニメ化されないくっそかわいそうな漫画。ゴルフ漫画の風の大地。連載32年で84巻まで続いたところで作者死去で終了。メディアミックスは皆無。森田正則黄金期ジャンプで長期連載3作やっててアニメ化で跳ねなかったのわしだけちゃうか。森田先生はまだルーキーズドラマ化してヒットしたからいい方だし、正直絵柄的にアニメ化無関って言われるとそうですねとしか言えない。実写向きなんだよな。森田正則先生がアニメ化しないのはオファーを断ってるわけじゃなくて単に話が来ないだけだって言ってたのを思い出した。京志郎2030連載7年全20巻出てる。面白いけどいろんな意味で生々しすぎてこれまで映像化されていないのも頷ける改作。一応幼少期と後だけ追い込みにはなってた。浦沢直樹先生のビリバットも20巻出てるのに作者が自作した完結記念のショートムービーくらいしか映像化されてないし現行連載の朝ドラもそこそこ長くやってる割にはメディアミックスの話聞かないな。チャンピオンでやってた針金サービス無印全24巻足す続編のエース全24巻で完結したけどアニメは2022年にショートアニメが1本作られただけで未配信かつ未商品化のまま放置というなんだそれ。夏かい。壊しや弦は110巻以上出てるのにパチンコしかない。
逆にパチンコがあるんだ。でも読者層を考えるとアニメって感じでもないし、パチンコはうまいことハマってるな。102巻出てるのにウィキペディアすらない涙坂診療所。虫師や彼岸島よりも後に連載始まったと知ってびっくりした。もっと古い漫画と思ってた。週刊マガジン他で連載し単行本71巻まで出ていて、アニメ化なしのドリームス。マッチ上波アニメで栗の飲酒喫煙をはじめ大改編は免れないしな。柚木ひかり先生の甘い生活も20年以上やってたのに特にメディアミックスなかったな。成田美奈子先生の花よりも花のごとく。E テレで取り上げられたり、最終巻発売で新聞丸一面使った広告あったりしたけどメディアミックスはしてない。主人公が能楽師、芸歴20年超えの能楽ものなので実写もアニメもハードルが高い。むしろ能楽のメディアミックスがこの作品かもしれない。天野めぐみは好きだらけ。結構関数あるしアニメ向きだと思うけどアニメ化しなかった。これはエロ多めだし地上波はしゃあないかなって。ドラマ CD か OVA は欲しかったけど。怠慢で太くてエロ多いって今のトレンドを少し先取りしすぎたな。生まれるのが5年遅かったらアニメ化あったかもしれない。村枝健一先生の俺たちのフィールド。34巻というかなりの関数ながら特にメディアミックスはなかった。現実の J リーグの方が色々と熱狂していた時代なので悪く言えば便乗ものと見られかねなかっただろうしアニメ化しなかったのかな。J リーグの発足初期の熱気が伝わる歴史資料と言っても良い名作ではあるけど、今は出場できて当たり前だから。弱い国日本は金の力でワールドカップ初出場を果たしたと世界中から言われるんだぞってセリフの重さはわかんないよな。まさにそういうシーンとかが見たい。喧嘩商売、喧嘩家業、救済を抜きにしても合計30巻以上出てるのにアニメ化されてない。木曜日のフルット。チャンピオンの巻末で17年連載中だが現時点では何もされてない。まさか本編以外で最初の商業展開が劇中レシピ、クジライフシルな紙面の韓国での商品化になるとは。これは買い置き。めちゃくちゃ見たいけどあれアニメ化できるか。反戦の風向き問題全く理解されなかったみたいなこと後書きで書いてたし、完全にそこが肝の漫画だし。棺担ぎの黒。おそらくキララの漫画で最もアニメ化寸前で一歩届かなかった作品。連載期間は13年。単行本特典ドラマ CD と完結後にソシャゲにイベント参戦したことを除きメディアミックスはなし。それでも根強い人気があり、画集やアクスタも出てもはやアニメ化済みかのような厚遇を受けている。アニメ化も実写化も一握りなんですよね。私は漫画だけあればいいのでいいんです。これって本当に子供向け？子供が見るにはあまりにも刺激が強すぎる展開を集めた動画はおすすめだから見てほしい。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。